皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今回は前回の休日 Vlog 続編、シフォンケーキを作りながらフランスのバカンスについてお話ししようかと思います。シフォンケーキの専用型を持っていないので、長方形のパウンドケーキ型で作ってみることにしました。果たしてうまくいくのでしょうか。概要欄にレシピを記載していますので、気になった方はぜひご参考にしてみてください。フランスは7月に入るくらいからもうバカンスモード一色です。私は主にバスで通勤しているのですが、7月に入る頃から通学する学生たちを見かけなくなります。フランスでは一般的に学生の夏休みは7月8月丸々2ヶ月です。大学生だと学校にもよるかと思いますが、学年末テストが5月頃に終わるので、もっと長い夏休みがあります。それに合わせて親たちも休みを取るので、会社でもその時期はみんな交代に 2,3 週間の休みを取るのが一般的です。すべての会社がそんな感じなので、もちろん仕事のスピードも普段よりのんびりしている感じで、取引先からの返信がなかったり、普段より遅れるのも結構当たり前という感じ。バカンスだからしょうがないよねといった感じで、みんなそれが当然という認識です。会社の中も結構がらんとしていて、私の勤務先では8月の2週目3週目あたりは社員の4分の3くらいがいません。シフォンケーキ作りの話に戻りますが、今回生地を3分の2と3分の1に分けて、3分の2の方をバナナ味、3分の1の方をブルーベリー味にしました。バナナはカソナードと混ぜて甘みを加えました。なければお好みのお砂糖で大丈夫です。卵白は全量一気に泡立てて、卵黄のベースと混ぜるときに3分の1と3分の2に分けてから加えました。卵黄のベースの方も卵黄、牛乳、油までは全量で混ぜて、そこから3分の1と3分の2に分けて、それぞれに小麦粉、フルーツを加えました。卵白はお砂糖を3回に分けて加えながら泡立ててください。バカンスの話題に戻りますが、私個人の感想ですが、人気の行き先といえばキャンピングカーで南仏の方へ出かけたり、ブルターニュ地方の避暑地、またはフランス領のマルティニークなどの島々といった印象があります。基本的にフランスの夏は短く、太陽大好きな人たちなので、行った先の海辺で一日中日焼けして過ごし、昼または夕方からアペリティフと言われる食前酒でゆったりと食事をスタートするみたいなのが一般的な印象です。が、それに反して私たちの今年の行き先はオランダ。センターパークと言われる自然の中にコテージがあって、その施設内でいろいろなアクティビティが楽しめるところです。犬も一緒に泊まれるのと、彼が小さい頃行ってとても良かったらしいので、そこに決めました。
フランスの今年の夏はもう秋みたいに肌寒い日が続いていて、毎日曇りか雨。なんだか気分の上がらない天気です。生地が完成したので型に入れます。それにしても不器用さまた大発揮してしまいました。ふわふわの生地を作るコツは卵白を泡立てすぎないこと。角の先がゆるっと曲がるくらいで留めます。あとは卵黄と卵白を混ぜるときに卵白を潰さないようにすること。卵白は 2,3 回に分けてボウルを半時計回りに回しながら切るように混ぜます。オーブン前で張り付くように監視中。シフォンケーキ専用型なしでシフォンケーキを作るのは実は今回が初めて。この時はまだ順調だと思ってました。めちゃめちゃうまく焼けたと思ったのにすごいしぼんでる。冷めたのでとりあえず切ってみます。そんな。後で調べたらパウンドケーキ型でシフォンケーキを焼くときは側面には紙を敷かずに生地がわざと型の側面にくっつくようにすると焼き縮みが防げるとのことでした。皆さんもパウンドケーキ型で挑戦する際はぜひお気をつけください。逆三角形のスポーツマンのようなシフォンケーキになりました。焼き縮みはひどいですがふわふわでとっても美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントも気軽によろしくお願いします。皆さんも良い夏をお過ごしください。